こんにちは、カキです。今回はマクロレンズについて話をしていこうと思います。撮影をする上でこのマクロレンズは僕が好きなレンズの一つです。はじめに言っておくと、写真を撮る人、動画を撮る人、すべての人がこのマクロレンズを持つ必要があるとも思っています。それではその理由を話していきたいと思います。まずマクロレンズに対する大きな一つの誤解っていうのが、まさしくその名前、マクロです。その名の通り小さいもの、例えば花であったり、よくわからない小さい生き物にね、接近してクローズアップした写真を撮るためだけのものだと思っていて、自分はね、そういうものに興味がないからマクロレンズはいらないなっていうのが一般的な考え方になっています。チャット GPT に質問しても大体同じようなことを言ってきます。これは一般的にこう思われてるっていう根拠になると思います。フォトグラファーやビデオグラファーにとってこのマクロレンズを無視してしまうっていうのはとても残念なことだと思います。もちろんマクロレンズはマクロ撮影に最適なレンズっていうことは半分合っています。でもマクロレンズはそれ以外の撮影にも十分な性能を発揮することができます。これは秘密にしていることなんだけれども、今から言うので秘密ではなくなるんだけれども、僕が撮影に使う単焦点のレンズの 80% がこのマクロレンズです。82% かな。拙者はもちろん商品撮影やポートレート、風景写真、その他ね、レンズの画角に合うものであればほとんどこのマクロレンズを使って撮影をしています。じゃあなんでそこまでマクロレンズを使うのか説明をしていきます。マクロレンズは近接撮影能力に優れています。これはそのためのレンズなので当たり前なんだけれども、一般的なレンズ、特に高性能なレンズでも被写体に数十センチ近寄るのが限界で、それ以上近寄ろうとするとピントが合わなくなってしまいます。マクロレンズは一般的なレンズと比べて数倍の距離まで被写体に近づくことができて、撮影したいものによりクローズアップをして撮影をすることができます。撮影したいものにクローズアップして拡大した写真を撮るためには、レンズに高い解像力と繊細な描写力が必要になります。広い視野の映像をカメラのセンサーのサイズに収めるのと、レンズの目の前にあるわずかな空間を詳細に映すのとでは、どちらが描写力があるのかは考えなくてもわかると思います。なのでマクロレンズは一般的なレンズと比べてかなり高い解像力があります。マクロレンズは非常に浅い被写界深度を持っているのも特徴です。被写体を際立たせて背景をぼかすことができるので、被写体の主張や視覚的な効果を強調させることができます。そして多くのマクロレンズは光学的にも優れています。マクロ撮影に特化した光学性能、映像の歪みやズレを最小限に抑えて、かつフラットな撮影面を維持できるための特別なメカニズムが組み込まれていて、これはマクロだけではなくどの距離においてもその性能を発揮することができます。マクロレンズは近くを撮影するためだけのものではなくて、一般的なレンズにマクロの性能がついて、かつそのマクロの性能を実現するためにかなり高い光学性能を持っているレンズということになります。これがマクロレンズを多く使う理由になります。ソニー 90mm F2.8 マクロ G、 僕が最もよく使うマクロレンズです。近くと遠くどちらも撮影することができるし、焦点距離が 90mm であるため被写界深度が深く優れた圧縮効果があって、ピントが合う部分は非常にシャープで、かつ滑らかにボケた背景を撮影することができます。ポートレートにも最適な画角になっているし、人の肌や髪の毛一本一本の質感が伝わる解像度と描写が美しいため、印象的なポートレートの撮影をすることができます。ソニーのオプティカルステディショット、略して OSS のレンズ内光学式手ブレ補正機構が入っているので、手持ちの撮影や動画の撮影では安定した映像を撮影することができます。大きい焦点距離でかつクローズアップして B ロールのような映像を撮影できるのはとてもすごいことです。このレンズで気に入っているところはフォーカスリングです。一般的にフォーカスリングの操作をする部分はラバーが使われることが多いんだけれども、
このレンズは金属のような硬い素材を使用しています。かつこのリングにはローレット加工がされています。正しい専門用語かどうかはわからないんだけれども、精密な操作をしなければならない工具とかに使われていて、指先の滑り止めと指先の感触を刺激して精密な操作をさせる役割を持っています。フォーカスリングにこのローレット加工をすることによって正確な感触と精密な操作をすることができます。あとラバーを使わないので耐久性もいいです。このフォーカスリング、もう一つ特徴があります。マニュアルフォーカスとオートフォーカスの切り替えをこのフォーカスリングをスライドすることによって切り替えることができるリングスライドスイッチを搭載しています。ファインダーを覗きながらフォーカスを合わせているときにオートではなくマニュアルにしようと思ったら、このリングをスライドするだけで切り替えをすることができます。わざわざ別のスイッチで切り替えるために指や視線を外す必要がなくなるので操作に集中することができます。一つデメリットがあるとするならば、オートフォーカスのピントが合う時間が少しだけ長いということです。これはマクロレンズでは仕方ないことではあるんだけれども、マクロレンズでは他のレンズと比べて近くに揺れる分の距離までフォーカスを検知して動作をする必要があるので、オートフォーカスに時間がかかる場合があります。それか撮影をする距離に応じてフォーカス距離を切り替える必要があります。デメリットを含めてもかなり完成度がいいし信頼性も高いので、僕の好きなレンズの一つです。もしこの先単焦点のレンズ1本しか使っちゃダメって言われたら、間違いなくこのレンズを選択します。マクロレンズは近接撮影をするためだけのレンズだと思い込まない方がいいかもしれません。今までにマクロレンズを使ったことがない人にとってはとても魅力的なレンズになると思います。新しい世界が広がるかもしれないし、自分の技術を上げることができるかもしれないし、全てのカメラマンが試す価値は十分にあります。僕は多くの撮影にマクロレンズを使っています。僕が会社に入っていた時もこのマクロレンズの出番はとても多かったです。ということで、マクロレンズはマクロにしか使えないというふうには考えない方がいいです。マクロレンズはマクロ撮影ができるのでオールラウンダーになるし、工学的にも優れたレンズになります。自分の写真や動画の世界を広げるためにも、そして何より美しい写真を撮影するためにマクロレンズは持っておきたいレンズになります。この動画がいいと思ったらいいねお願いします。そしてチャンネル登録もお願いします。ではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。